マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、皆さん、突然なんですが、今週の日曜日、何の日か知っていますか？2月22日です。222。これ、何かの鳴き声にちょっと似ていませんか？にん、にん、にん。わかりますかね？なんか、猫の鳴き声に似ていませんか？はい、そうです。今週の日曜日は猫の日です。で、なぜこの2月22日が猫の日かっていうと、理由はとってもシンプルで、2をにゃんという猫の鳴き声に合わせて、にゃんにゃんにゃんの日である2月22日を猫の日にしたんですね。ちなみにこの猫の日は1987年に猫愛好家たちとあとペットフード協会が投票を通して決めたそうです。この日には猫のコンテストなどのイベントやキャンペーンが行われたり、あとは猫に関する活動も行われています。で、どんな活動かっていうと、猫を最後まで責任を持って飼いましょうとか、あとは保護猫について知ってくださいっていうね、こういったことを広める活動が行われています。皆さんの国には猫の日ってありますか？ちなみに私は今韓国に住んでいるんですけど、韓国での猫の日は9月9日です。それで、なんで韓国は9月9日が猫の日なんだろうって気になったので調べてみました。そしたら、猫には命が9つあるっていう言い伝えがありますよね。それで猫の寿命を願う気持ちから9月9日にしたそうです。今、この私たちのチャンネルの登録者のうち30%の方が韓国の方なんですけど、これを知らなかった方いらっしゃいますか？知らなかった方、正直に手を挙げてください。はい。実は私も2月22日が猫の日だっていうことは、今回、調べて初めて知りました。はい。ということでですね、今日は猫の日にちなんで、日本と猫についてお話ししていきたいなと思います。ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。それからこのマイの日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっております。興味がある方はぜひ概要欄をご覧ください。はい、それでは本題に入りましょうかね。はい。私は小さい頃からもう動物がすごく大好きで、猫もね、好きなんですよ。本当に可愛いですよね、猫ちゃん。うん。でもね、実は私猫アレルギーがちょっとあるので、それがすごく悔しいです。皆さんはどうですか？猫はお好きですかね？日本には結構猫好きな方が本当に多いです。うん。実は猫が駅長として働いている駅もあるんですね。え？猫が駅長？本当にって思いますよね。そう、本当なんですよ。これは和歌山県にある岸駅というとても小さな田舎の駅のお話なんですけど、利用客があまりにも少なくって、鉄道路線そのものがなくなりそうな危機があったんですね。で、その時に、この駅の近くに住んでいた野良猫のタマを正式な駅長に任命したんです。もちろんね、その猫が直接お客さんにチケットを売ったり、電車を運転したりっていうね、そういったことをするわけではもちろんありません。
で、猫駅長の主な仕事っていうのは、お客さんのお迎えと広報です。で、この広報がどういう意味かっていうと、会社や学校などが自分たちのことをみんなに知らせることを言います。駅長帽子をかぶって改札の横に座り、お客さんのことをただじーっと見つめているのがお仕事なんですけど、これがね、意外にもものすごい効果を生んだんですね。駅長帽子をかぶった可愛い姿が話題になって、全国から観光客が押し寄せたんです。この一匹の猫が廃線の危機にあった鉄道を救って、そして町の経済まで活性化させて英雄になったんですね。うん。で、今もその後を継いだ後継猫たちが駅を守っているそうです。で、正式な任命状もあって、お給料はキャットフードでもらっているそうです。かわいいですね。で、任命状っていうのは、あなたはこの仕事、この役目をしますと書いてある公式の書類のことですね。一匹の猫が鉄道を救ったなんて本当にすごい話ですよね。でも、日本では昔から猫は幸運を呼ぶと考えられてきました。その代表的な存在が招き猫です。皆さん、招き猫って知っていますか？今、耳だけで聞いてる方はごめんなさい。ぜひ一度インターネットで招き猫と検索するか、動画の写真を見てみてください。きっとね、写真を見たら、これか、見たことあるって思う方が多いかなと思います。この招き猫にまつわる面白い話があります。今からずーっと昔の江戸時代のお話です。東京の世田谷区にある豪徳寺というとても小さくて貧しいお寺がありました。で、ある日、この地域の領主だった井伊直孝という人が狩りの帰り道、突然の大雨にあったんですね。で、雨を避けるために道端の大きな木の下に立っていたんですけど、ふとお寺の入り口を見ると、一匹の猫が座っていました。するとその猫がまるで人間のように片方の前足を上げて、こちらへどうぞって手招きしているように見えたんですね。で、あまりにも不思議な光景に、領主は吸い寄せられるように木の下を離れて、そのお寺の中へ入ります。その瞬間、ドーンとものすごい雷がついさっきまで領主が立っていた木に落ちたんですね。で、もし猫が呼ばなかったら、領主は命を落としていたかもしれません。猫のおかげで助かった領主はとっても感動して、この古びたお寺を大きく支援しました。その後、そのお寺は領主の家族のお墓が置かれるほどとても有名になったんですね。そして年月が流れて、猫が亡くなった後もその恩を忘れないために猫の人形を作って大切にして守り神のように置いたことが現在の招き猫の始まりになったと言われています。ねえ、本当に不思議なお話ですよね。うん。だから日本では招き猫っていうのはただの飾りではありません。危険から守ってくれる存在であって、福を呼ぶ象徴として広く親しまれているんですね。皆さんもお店の入り口で片手を上げて招くポーズをした招き猫をね、もし見かけたら、ぜひこの奇跡のようなお話を思い出してみてください。今よりね、きっと、ちょっと特別な目で招き猫を見ることができるかなと思います。ちなみに上げている手によって意味が違うんです。右手を上げている招き猫はお金を招く。
つまり金運アップっていう意味があります。そして左手を上げている招き猫は人を招く。商売繁盛の意味があります。で、この商売繁盛っていうのがどういう意味かっていうと、ビジネスがとっても順調で、たくさん売れている状態のことを言います。なので、お店には左手を上げた招き猫が置いてあることが多いんですね。そして豪徳寺の他にも東京の浅草という場所に招き猫で有名な神社があります。今戸神社っていうところなんですけど、この神社にはたくさんの招き猫が置かれています。で、縁結びの神社としてもね、とても有名で、可愛い招き猫の絵馬やお守りも人気なんですね。で、この絵馬っていうのが何かっていうと、神社でお願い事を書く木の板のことを言います。実は一昨年、スタッフの佳代子と一緒に私もこの今戸神社へ行きました。で、この神社に入った瞬間、本当にあちこちに招き猫が置いてあるんですよ。なので、あ、見て、ここにも置いてある。あ、そこにも、見て、そこにもっていう感じでね、本当に面白かったです。思わずたくさん写真を撮っちゃいましたね。そう、もうね、小さい招き猫から大きい招き猫までいるんですよ。だからそれを見るのもね、本当に、楽しかったですね。そう。そして、この神社では、恋活みくじっていう恋愛おみくじもあるんですけど、これがね、また面白くって、そのおみくじには、相性のいい人の年齢、そして星座、血液型などね、結構細かく書いてあるんですよ。で、恋活アドバイスっていうところには、どんな服装にするのがいいかとか、あとはおすすめのデートスポットとかもね、書かれているんですね。そう。で、私たちもこのおみくじ、もちろん引きました。はい。で、またね、お互いの結果を見ながらね、すごい盛り上がりましたね。はい。なのでね、もし、浅草に行く機会があれば、ぜひこの今戸神社にも立ち寄ってみてください。猫好きには本当にたまらない場所かなと思います。このような神社が日本には本当にたくさんあります。すごいですよね。日本では猫は単に可愛がられる存在を超えているっていうことだなって思います。そして皆さん、猫と日本といえば欠かせない存在があります。それはドラえもんです。皆さん、ドラえもん知っていますか？きっとね、ドラえもん知らない人っていないんじゃないかなって思うんですけど、でも皆さん、どうしてドラえもんは猫型ロボットだと思いますか？ここには原作者である藤子 F 不二雄先生のとっても面白い誕生秘話があります。1969年のある日、先生は新しい連載を始めなければいけないのに、アイディアが全然思い浮かばなくって、とっても困っていたんですね。で、締め切りは迫っているのに、何にも思いつかないので、誰かアイディアをたくさん詰め込んだ機械でも持ってきてくれないかなとか、あとはタイムマシーンがあって未来に行って原稿を移してきたいなとかね、こういったことまで考えるほどだったんですね。その時、偶然庭にいる野良猫を見つけます。で、その猫がとっても可愛くって、先生は仕事も忘れてしばらくその猫と遊んだんですね。そして、はって気づいたら、もう時間がかなり過ぎていました。それで先生は、今猫と遊んでる場合じゃない、仕事しなきゃって言ってね、慌てて部屋に駆け込もうとした時に、娘さんが遊んでいた起き上がりこぼしを足で蹴って転んでしまったんですね。で、この
起き上がりこぼしっていうのがどういうおもちゃかっていうと、そこが重くなっていて、こう倒してもね、またすぐに起き上がるおもちゃのことを言います。で、その起き上がりこぼしを足で蹴って転んだ瞬間に、先生はいいアイディアを思いついたんですね。今見た猫とこの足に当たった起き上がりこぼしを合わせてみたらどうだろうって。そう。こうして猫の顔と起き上がりこぼしの丸い体を持つドラえもんのデザインが誕生したんですね。はい。これもまた本当にすごい話ですよね。うん。結局、このドラえもんのあの丸くて可愛い姿は、先生の締め切りのプレッシャーと偶然の出来事が生み出した最高の合作だったわけなんですね。もしかするとドラえもんがこの4次元ポケットからね、こう様々な便利な道具を出してくれるっていうのも、当時アイデアを切実に求めていた先生の願いが作品に現れたのかもしれませんね。こうして生まれたドラえもんなんですが、そもそも日本ではなぜ猫がここまで特別な存在になったのかっていうと、実は日本では猫はとても昔から大切にされてきた存在なんですね。日本に猫が最初に来た理由もとても特別なんです。昔、中国から船で仏教経典という仏教の大切な教えが書いてある本を運んでくるときに、ネズミがその本をかじらないように猫を一緒に乗せたっていうのが始まりでした。だから日本人にとって猫は最初から大切な知識や宝物を守ってくれる守護神のようなありがたい存在だったんですね。その後は農作物や絹糸を作る蚕をネズミから守る重要な存在としても愛されました。で、蚕っていう言葉はちょっと難しいですよね。この蚕っていうのは繭っていうものを作る虫です。で、その繭から糸を取って布や着物を作ります。平安時代には猫はとっても貴重でした。誰でも飼えるっていうわけじゃなくって、王室や貴族など、もう身分の高い人だけが飼うことができたそうなんですね。で、こうして日本では昔から猫は神秘的で尊い幸運の象徴として大切にされてきました。西洋では長い間、猫は不吉の象徴とされてきましたよね。でも、日本では正反対でした。文化によって猫に対するイメージが全く違うのでね、本当にこういう歴史の話って面白いですよね。皆さんの国ではどうですか？もしよかったら教えてください。はい。では最後に猫に関することわざを3つご紹介したいと思います。まず1つ目は猫の手も借りたい。はい。これどこかで聞いたことありませんか？そうです。これは私の日本の12月のポッドキャストに出てきましたね。はい。これはとっても忙しくって誰でもいいから手伝ってほしいっていう意味ですね。で、12月は年末で本当に忙しいんですね。なのでそんな時に使う表現です。そして2つ目は猫に小判。はい。この小判っていうのは昔のお金のことです。でも、猫にお金をあげても、猫は嬉しくないですよね。なぜなら価値がわからないからです。そう、つまりこれは、価値がわからない人に貴重なものをあげても意味がないよっていう意味のことわざです。そして3つ目は、猫をかぶる。はい、これはね、少し面白い表現です。
これは自分の本当の姿を見せずに、おとなしくいい人のふりをすることを言います。例えば、普段はとっても元気でおしゃべりな人が、初対面の人の前で急に静かになる時などにね、使ったりします。同じ猫でも意味が全然違いますよね。で、どれも日常会話で使ったりするのでね、ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、今日はですね、猫の日を記念して日本と猫についてお話ししました。いかがでしたか？楽しんで聞いていただけましたかね？はい、最後にもう一つだけ皆さんにお伝えしたいことがあります。え、どうしてハローキティの話はしなかったのって思った方もいるかもしれません。はい。皆さん、驚かないで聞いてください。実はですね、ハローキティは猫ではありません。ってね。そう。これ本当です。ハローキティを作った会社、サンリオが40周年の時に、ハローキティは猫ではなく女の子ですと公式発表しました。はい。私も知りませんでした。女の子だそうです。もう、ほとんどの日本人が、キティちゃんは猫って思ってたと思うんですよ。なので、もうみんな驚いたと思います。そう、だからね、今回は、ハローキティの話はしなかったんですよ。そうなんです。はい。ちなみに、キティちゃんは、チャーミーキティっていう猫を飼っているみたいです。もうこれもびっくりですよね。あ、キティちゃん猫飼ってるんだっていう、もうちょっと混乱しましたね、私は。はい。ということで、今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。